あっという間だったね。久しぶりに14人で過ごせてすっごく楽しかった。あんなサバイバルは勘弁やけどな。あ、なんか通知すっごいんだけど。ちょっと待って。これって。テイルウィンドオフィスが新しいバーサスアンビバレンツのオーディションを開催？テイルウィンドオフィスプレゼンツバーサスアンビバレンツセカンド開催決定。アイドルになりたい、自分の才能を試したい、大切な仲間と出会いたい、夢を夢で終わらせない。バーサスアンビバレンツセカンド、特設サイトにてオーディション参加申し込み受付中。いやー、久しぶりだね、ヤクモ。どういうつもりだ？ダメじゃないか。アポもなしに突然訪ねてきたら。オーディションのこと今すぐ説明しろ！まあまあ、そんなに突然大きな声を出したら喉に悪いよ。おとなしくするって約束したはずだ。心外だな。約束通りおとなしくしてたじゃないか。しばらくね。バーサスアンビバレンツの名前を勝手に使うなんて。他人のものを羨ましがるより自分で新しいものを用意した方が健全だと思って私が思う最高のグループができるんだよ。楽しみだな。ワクワクするな。バーサスアンビバレンツは投票でデビューメンバーが決まるオーディションだぞ。表向きはそうだよね。また裏から手を回すつもりなのか？だとしたらさせない。お前が手を出す前に。どうするの？バーサスアンビバレンツのオーディションは出来レースだって暴露するとか？そうだよね。ヤクモだって分かってるんだろ？そんなことをすればすでにデビューしたクランブだって出来レースを疑われるってこと。それはもう手遅れなんだよ、ヤクモ。さあ、君も私の元に戻ってくるんだ。納得できねえ。びっくりした。何度も言うけど突然大きな声出さないで。栗まんじゅうもびっくり。栗まんじゅう？すごいよクック。ダジャレまで言えるようになるなんて成長したね。ダジャレね。てかめっちゃ感動するじゃん、飛龍兄弟。栗まんじゅうって美味しいよね。栗まんじゅうは一旦置いておけ。一旦じゃなくって永遠に置いておこっか。俺はテールウィンドがバーサスアンビバレン2のオーディションを勝手にやることが納得できねえんだよ。ビバレン2やなくてビバレンツ2やし、正しくはセカンドな。これ大問題なんじゃないの？その通りだ。バーサスアンビバレンツはライゼンプロが始めたオーディションなのだぞ。でも世間のリアクションはいいんですよね。何故？マジか！ SNS でも結構盛り上がってて楽しみにしてる人も多いみたい。僕の知り合いも何人か応募するって言ってたよ。主催する会社が変わったことについてはみんな気にしてないってことなのかな。戸惑っている人ももちろんいますが、期待している人も割といるみたいです。期待ってなんで？テイルウィンドは業績のいい事務所ですから。それに新社長はもともとライゼンプロの取締役です。そして僕はテールウィンドに所属しながらライゼンの養成所に通っている。世間の人はライゼンとテールウィンドがつながっているって当然思うよね。シオン、あいつ新が今度はちゃんとオーディションをやると思うか？いいな。思わない。思えない。ってことは投票を操作して自分が欲しいメンバーをデビューさせるつもりだろうな。うわー、やっぱテイルウィンド最悪。新最低。ミオくんが思っていることはここにおるみんなが思ってることや。だから心の中を読まないでほしい。なんや、止める方法はないんかな。スルーしないで。難しいと思う。知り合いに聞いた話だけどオーディションに協賛する会社も順調に集まっているみたいだし。協賛？クック、後でちゃんと説明するね。俺もわからねえぞ。君には僕が後で説明する。おお、ありがとな。は
話を戻しましょう。じゃあこのまま何もしないで黙って見てるしかないってことなのかな。たとえオーディションに受かったとしても、いずれナゴム兄さんに蹴散らされる運命をたどるアイドル志望たちでしょ。どうでもいいんじゃないとは、さすがの僕も言えないかな。投票するファンの方や素晴らしいアイドルの卵の皆さんの気持ちを裏切るようなオーディション、あっていいわけありません。皆さん。稲本さん、いつの間に。っていつも同じことを言っている気がする。いつも同じことを言わせてしまい申し訳ありません。そしてまだ何かあるのか。勘弁してや。すみません。しかし皆さんにとってはいい話です。ただもったいぶるな。早く言え。クランブの皆さんがプラチナディスク大賞の新人賞を受賞しました。プラチナディスク大賞？プラ年末にテレビで放送してる長い歴史を誇る大人から子供まで知らない人がいない。プラチナディスク大賞。おー、息ぴったりやん。そんな冷静に感想を言ってる場合じゃないよ。すごいことが起きてるのに。おめでとう、ナゴム兄さん。ありがとう、カズ。すごく嬉しいよ。でも、今クランブが賞を取ることは、オーディションの参加者を増やすことになるのかな。あ、ごめん。水を差すようなことを言っちゃった。ね。確かに、素直に喜べないよね。稲本さんもそうだったんでしょ？皆さんをお祝いしたい気持ちはもちろんあります。ただ、これもテールウィンドウオフィスの狙いだったのかもしれないと。狙い？つまり、クランブが賞を取るタイミングと、オーディション開催の時期を合わせてきたのかも。ってことやろ？一星さんのおっしゃる通りです。それが証拠に。新は、クランブがトリデアリーナでライブをすることも許可してきました。トリデアリーナでライブ？今度は俺がびっくりしたぞ。アグリさん、抑えて。だって本当だったらすっごく嬉しくって、すっごく大喜びしたいのに、このままじゃクランブが悪いオーディションの広告塔になっちゃう。被害者が増えると分かっていながら自分たちがオーディションを盛り上げる役割を担ってしまったら、俺らも加害者と一緒や。どうにかしてオーディションを中止にさせることはできねえのかよ。一体どうすれば。東雲さん、こんなところでどうかしましたか？すみません。新の件、皆さんに謝らなければと思っているのに、合わせる感がなくて。僕はずっと逃げてきました。あいつがしたことと向き合うことからずっと。オーディションのことだけじゃないんです。一緒に歌を学んでいた友達が退学になった時、あの時、あいつが仕組んだことを僕が告発していれば、今こうしてみんなを苦しめることはなかった。なのに、僕はあいつのことが怖くて動けなかった。僕は。せいぜい自分が魔物にならないように気をつけることだな。自覚がない以上、いつそうなってもおかしくない。己の中の暗闇にとらわれるか、それとも光を信じるか、選ぶのは自分だということだ。僕はもう随分前から魔物だったんです。たとえ自分を癒す光を求めてあがいたとしても、もう人間には戻れない。東雲さん、私はあなたが魔物でないことを知っています。稲本社長、逃げても構わないんです。恐ろしいものがあるなら逃げてもいい。自分の身を守ることの何が悪いと言うんですか？でも僕は。それにあなたはデビュー前のクランブの7人を守ってくれた。怖くて動けないはずの自分を追い込んで傷つきながら、それでも私に不正の事実を伝えてくれた。ありがとうございます。私にとってあなたは
クランブや練習生たちと同じ大切な仲間です。だからこそこれ以上大切なものが本物の魔物に食い尽くされないように動かねばなりませんね。はあ、まったく。ライゼンプロはアポイントなしで突撃するべきっていう教育でもしてるのかい？こうでもしないと会っていただけないかと思いまして。当たり前だろう。誰が好き好んで君に会いたいなんて思うんだ。新社長。なんだい？砦アリーナのことに関して私にお礼でも言いたいの？あなたは何を望みますか？はあ？何をすればオーディションの開催を中止していただけますか？自分を買いかぶりすぎじゃないかな。あなたが言う実力とは一体どんなことを指しているのでしょうか？俺たちとグランツのもの最高の思い出だよね。みんなで過ごしたオーディションが僕たちにくれたものを信じたい。無駄なんかじゃない。無駄なわけあらへん。信じたいんです。1年という時間をかけて14人がライバルとでも競い認めてもらえるように。どうしようもなく気持ちが動いて。いつまでもうるさいこと君に隠しきれるかな。話す声はメロ、ずっと君の虜なんだよ。すぐさまいだけまるで真犯人なのに君は罠空で好きなはずなのに口をつけない季節外れのアイセンティー忘れられないほど甘い時間過ごしていたいんだ。 Just tell me まだまだわらばらわかんないよ。こんなにも近くで思っているのにずっと待ち焦がれていたスイートスタイルなのにどうしても落ち着かない。頭の中支配するネガティブ君の本音わかれば消えのにこんなに好きなのは僕だけなんて言えず飲み込んだ不安の種流れ任せもうすぐまたね次こそはなんて言い聞かせて